ヒラドでジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一取れる説最終日やっていきたいと思います。3月シーズン最終日になります。7日目43対38ということで、終わりまして、最終的なね、順位とかもいろいろ見ていこうかなと思うんですが、アタック自体は13前回ですね。さあ、久しぶりにね、リーグ1位は取れたんですけども、18位366点ということで、トップが78点なので12点差ですね。対戦相手は全部ターンホール16で、早ゲーとかよくわかんないね。弱いクランと当たることはなくっていうところと、星1が2本か3本あったかな、どっちからそんぐらいだったっていうところと、鮮明残しが1本ってことで、そこプラスで取り残したね、数パーセントの差っていうところを埋めていけば、ワンチャン1位も狙えるのかなっていうぐらいの、あれでしたかね。個人成績の方はこんな感じで、5人が7分の7前回ということでね、僕も久しぶりにね、しっかりやって7分の7前回取ることができました。レジェンドリーグをね、久しぶりに開放して、クラクラに触る時間が増えたことで、これは取れた結果かなと思います。1年ぶりぐらいにレジェンドリーグやってるんで当然ね、やってなかった期間よりはやってる時の方が上手くはなるので、アタックね、する機会が増えたら当然かなという形です。で、星20もね、相当いますね。11人目までは、20で、ワンミスっていうところが相当続きましてって感じですね。非常にいい成績だったんじゃないかなと思います。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。クヒルトライター、ガク。結構ね、今の環境、バランス的なものもね、結構言われてるところではあるんですけど、僕はね、エンジョイ勢からすると、前回は取れて楽しいなは、やっぱりどうしても入ってくることかなと思いますね。ここはインビジブルタワーもフリーズをかけていく形でやっていきました。ヒーラーも打たれる可能性が一歩動くとあるんでね、多分打たなくてもダケリタンクでクイーンの動きはほとんど変わらないんでね、インビジブルタワーの空打ちもできたとは思うんですけど、ヒーラーが打たれる可能性があるので、ここは止めてったっていう感じだと思います。フリーズで援軍ポイズンかけつつ、止めていく。で、ウォールブレーカーまで添えていく。いいですね。タウンホールのポイズンが消えるタイミングで。で、先にフリーズをかけといたことでモノリスから打てるっていうところもね、そこまで見越したフリーズなんですよね。ナイス。で、12時の方はシューターがバカほど強いですね。ホーミングチェックのバルーンもタウンホールの近くなのでね、結構赤バックとかも固まっておいてあることもあるので、しっかり通して、1枚あれでないならほぼないかなって感じですね。で、キングの方も穴消しといたので、フィスト使いつつ、ここはルートライダーはどこか来る。右からウォールブレーカー繋げるのうまいな、それ。このウォールブレーカーめっちゃうまい。ストライカーでクイーンの方も処理しっかりやっていく。このレイジージェムに乗った回収ウィザードの威力の高さもすごい気持ちいいね。クイーンの方は落ちてしまいましたが、ヒーラーの方がそちらにスライド。クイーンもな、フロズンアロー型、結構 HP 回復が少なくて、僕落ちしちゃうこと結構あるあるだからな。クイーンの方と、12時側ね、シューターの方でしっかりサイドカットができて真ん中を貫く形ができている。さあ、スケルトンはちょっと刺さりやすいところがないですね。ギリギリまで保って、マルチ IT とかね、その辺がぶっ飛んでから投げるような感じになるかなってところですが、ここはホグとヘイスト薬爆速で駆け抜けていきます。どこだ ?17、17。これはもう、スケルトンホグを対地クロスに刺すのが、じゃないでしょうかね。特に出さずに終了になりそうですが、スケルトンそこから出したんだ。これで終了と。バーサス。森尾さん、クイヒーじゃないや、ルートライダーバルキリー編成ですね。結構タウンホール真ん中の配置にサービス終了編成って今までだったらなかなか、他のタウンホール帯だったら難しいやつだったんだけど、結構今は真ん中の方がやりやすいまでワンチャン出てくるぐらいだよね。その場合、ウッドランチはそんなに刺さらないので、こうして今回は10日弊社を採用してますね。内側にかなりのユニットが進んでいきつつ、一気のトーム素晴らしいですね。ちょっとオーデンのね、動きが右に行きかけてキング外れるタイミングだったので、いいトームだったかなと思います。で、6時の方にもロイヤルチャンピオン差し込んでますね。スケルトンとかも来つつ。で、タウンホールがなかなかここは触れない。キングが触って、シングルインフェルノにたけられちゃった。
スケルトンじゃないな。ストライカーの方ね、今回4体も持ってきてて、結構サービス終了編成でもしっかりストライカー持ってきてますね。偉い。4体でゴリ押し処理をしていきつつ。ヒールがあるんで、まあ、結構ね、ヒーリングトームとかヒールのおかげでタウンホール真ん中ですら突破できるっていう要因かな。あとはフォックスがいるのでロイちゃんも伸びやすくなったので、手の届かない区画がロイちゃんでカバーしやすくなったっていうのも要因の一つかなと思います。フォックス消えちゃいましたが、もう残ってる防衛施設の方はクイーンが触れる感じになってきて、中身は何でしょうね。ブーメラン型だ。ブーメランも強いからな難しいよね。ブーメラン。あとは回収していっての全開です。下のテスラはペッカがまだ生きてたんですね。多分スミスが作った配置だと思うんですけど。うん。ちょっとギリギリにはなりましたが、プラン的に僕もね、使ってた、この配置使ってるんですけど、こういう変遷取られますね。デッサン空ヒールートライダー7体型。12時空飛スタートしていきつつ、火力も結構高いところですね、ここは。対空砲をしっかり、ターゲット取りつつ、ホーミングバルーン。スケルトンでモノリスのターゲットさえ取れればいいなっていうイメージですね。しっかりこれは、マルチアーチャーターマってスケルトンの方は結構処理されてるんですけど、モノリスのターゲットを拾い続けることができて、ここまでターゲットを受けずに済みましたね。ホーミングもかなり見えたところ。ホーミング超見えましたね。さあ、マルチアーチャーターのところまで折れたのはいい形かなと思います。戻ってきてほしいぞ、それは。さらなるホーミングチェック、インビジブルかけて、長弾大砲がね、地味に火力高いよね。めっちゃ痛い。ユニコーンが持ってかれるのも嫌なんだよな。さあ、ここはしっかり入りつつ。アーチャーの方を9時に出しましたね。さあ、ここからルートライダー発進で、ドリルはどうしますかね。切り替えずそのまま入れていくかな。あ、キングは、ルートライダーと一緒に動く形を取りましたね。ロイちゃんが結構ダメージ受けちゃったところなんだけど、フォックスのおかげで消えていく。で、ストライカーも混ぜて、ここは巨爆見えたところ、一気のトームをかけていきます。で、ここは角度を変えてドリルを下の方から、上の方はクイヒーなんですけど、フローズンアローついてるので、長弾大砲のところ、これ黒く開かずに乗り越えられそうですね。フローズンアロー強いな。キングの方は真ん中ある程度進むことができてて、ロイヤルチャンピオンの方にレイジをかけていく。レイジフリーズ、ロイちゃんの方がこれは1手ですね。で、ジャイアントウィザード6時の方からうまい。この辺のね、外周の残った防衛施設っていうのが結構ルートライダー編成の弱点で、何も考えないでやってると、ルートライダーぐるんぐるん回っちゃうんですけど、しっかりね、こういったところ回収の仕方っていうのも、ある程度考えておくといいかなと思います。デッサン結構対戦のたびに変えてる人なんで、この辺まで分かってたんじゃないかなと思います。対空砲があるので、ジャイビズですね。なければベビーさしたいところ。リュウタ君、スーパードラゴン編成ですね。時間も早い。10日弊社レッツゴー。いいっすね。10日弊社レッツゴー。反対サイド、ウォールブレーカーからクイーンキングを出すのかな。スケルトンの呪文を置いて、ここは対空砲の方はウィザードで落としきることができました。偉い。ここはウィザードとかペッカにトームが巻き込めるかもしれないです。初手で撃つなら。ここはまだでも温存したいところかな。スケルトンを撃ったなら。中心部の方まで連れて行きますね。レイジターンも打たせずに、撃った方が良かったかもしれないけど。ここはクイーンの方も見えてる。フリーズいいタイミング。レイジからのトーム。レイジター、レイジとトームと合わせていきます。援軍の方は空に反応する防衛援軍が入ってなかったみたいですね。スーパードラゴンがかなり余裕で突き進む。これ両投石降りたいんですけど、大丈夫かな。反対側がちょっとスーパードラゴンポイズン受けて攻撃がうまく入りませんでしたね。ただこれタウンホールしっかり潰すようなプランなので、フェニックスを結構ね、
オーデンこういう時つけておくと強いんですよね。スーパードラゴンがいなくなりましたが、ここは突破することができています。で、残ってた呪文とかも大量にあるので、クイーンは黒く打ちつつ、ロイヤルチャンピオン能力残しつつというところで、ナイス旋回。ここは HP 回復とヘイスト薬でした。ナイス。さあ、4つ3、ルートライダーもう5、8体も来ましたね。超多い。61天才もしつつというところ。おー、なるほど。バックアド天才。これはバックアド天才。で、アーチャーとかも来つつ感じですね。まあ、イーグル砲の方、お、オーデンまで使っていく。なるほど。なるほど、なるほど。おほほほなるほど、なるほど。もう、殺臭のヒーラーつけたバージョンみたいな感じで、もうほとんどヒーラーの、あ、そうだね。もともとつけてなかったんだね、全部。これは、ルートライダーにもつけていく形。ユニコーン死にたくない、それ。ユニコーン。テスラに撃たれちゃった。強いね。ルートライダーでゴリゴリ進めていきます。で、援軍に対してはポイズン打って。あんまりやらない形なんですけど、面白いですね。まあ、結構、ヨッツさんはクイヒールートライダーのあれでもヒーラーをルートライダーにつけていく形を結構取ってたんでね。まあ、レジェンドとかで攻めてる時も、クイヒーとルートライダーが合流すると強いってことはかなり多かったので、まあ、もはやもう最初から合流しちゃおうぜ。天才打つ分呪文も少ないしっていう形ですかね。3時の方は当然残ってるプランなので、そこに対してはドリルとロイヤルチャンピオンを差し込むことで対応していきます。うざいテスラと長弾大砲でしたね。ボックスが剥がされてしまう。タウンホールの方まで届きつつ、これタウンホールの裏の防衛施設の火力が低いので、この反対サイドからロイちゃんなり兵器なり全部ぶっ破してこういう形を取れるっていうイメージですね。ただドリルが止めてくれた。とはいえなんだよな。さあ援軍はイエティ。ここでキング処理を行っていきます。ストライカーも投げ込んではいるというところ。あとはクイヒーが頑張る感じですね。残ったところ、回収出していきつつ、大工折れるとこの競ったところ大事。ブローク回収していって、大空砲も折れたので、ウィズ等にベビードラさして終了です。ナイス展開。面白いね、このやり方も。しっかり全開取れてるしね。さあ、カズマくんライドラッシュ。毎月しっかり編成変えて、全開取り続けて、ね、捕獲ラインとかにも全く入らないのはさすがですね。今のはテスラチェックのまずバーバリアンかなと思います。カズマくんのライドアッシュは基本シューター軸が多いですね。結構突撃艦とかボマーとか使う人も多いんですけど、シューターで施設カットを優先してやることが多いですね。で、アーチャー。いいタイミング、バーバリアン。アーチャーいいタイミング。アーチャーナイス。で、次のターゲットバーバリアンが一瞬取りかけつつっていうところ、しっかりここは迫撃砲をかわしています。安井がね、何度も言ってるんですけど、この2本型、同じ方向を向いてる配置が最近流行ってて、そういうのにライドラが刺さりやすいという形ですね。ここは一気のトームを入れていきます。レイジと。ここは右だけに打って、サイドカットを早めるイメージですね。3時側だけ伸ばしていって、シングライティフリーズ。バルーンがターゲット取ってるので、6時側はまだフリーズ打たず、ここで進んでいきます。さっきもね、スーパードラゴンで攻めてるリュウタ君だったかなの時は、援軍がね、出てきてなかったんですけど、今回もアイゴレっぽいですね。今のアイゴレ防衛援軍環境っていうのもライドラッシュが刺さりやすい理由の一つかなというところですね。タウンホールの方はここは、頑張って。撃てライドラ。いいチェイン。ライドラの弱点こういうとこよね。衰弱系のものついた時に攻撃速度が本当に遅くなっちゃうところがちょっと弱いかなっていう感じだけど。頑張れ、フェニックス。ポイズンターがね、さっき入ってたところでしたね。シューターの方はしっかり延命したので、6時のところまだ残っています。さあ、ここからレイジをクイーンの方向に置いて、ベビドラバルーン、ここはポイズン残ってるので、
ロイヤルチャンピオンに刺して、ベビドラで処理をしていきますね。で、ウォールブレーカー、キングのためにもう1枚つけて、ロイちゃんがまだ残ってますが、使わないでいく形かな。これはまた。ナイスフィスト。強。ラストフリーズかけて、ベビードラが真ん中届きますが、ここはホーミング。とはいえ、クイーンが黒く残って、壁も空いているので、キングも内側入ってきますね。ナイスブロック。で、うざいけど先に折れるかな。うん、ナイス。ロイちゃんがまた余っていく。さあ、星371天才のラバル。この配置もね、まあ昔からありますけど、タウンホール16でもこういう形で今出てきてますね。教団大砲のところ転載していって、教団大砲と対地クロスのところですね。ここ打つんだね。あ、マルチか。あと、マルチとレイジターと。折れる施設も多いですからね。さあ、アイゴレ入れていって。取れないのかな。戻るのか。うん。しっかり戻りますね、これ。で、援軍の方はキングで連れていきますが、カフェ越しにどんどん壊れていく。いやー、それ、マルチアーチャーターまで折れると強すぎるんだけど、ワンプッシュ。わあ、折れた、強い。で、クイーンの方はこれ、インビジブルタワーの方は、あえてフリーズは打たずに使って突破していく。フローズンアローがついてるんでね、この辺の火力のコントロールもできるところ、投石機まで伸びていきます。せっかくタウンホールにね、インビジブルタワー置いてるんだけど、こういう突破されちゃうとインビジブルタワー置く意味ないよね。ワンチャンインビジブルタワーの強化とかが来ちゃうかもしれないね。めんどくさいね、そうすると。なんかインビジブルの秒数増やすみたいな、あれが来てもおかしくないかなとは最近見てて思うんだよな。無視できちゃうからさ、他のあれより弱いよね。ジャイベビドラのウォールブレーカーの裏の取り方もうまいね、十字。で、しっかりもう呪文は全部打ち切って、終了状況。ロイヤルチャンピオンも能力を解放していきます。まあ、ブーメラン型じゃないところっていうところで、早めに解放してもいい。ヘイスト薬ついてるとね、一番突破したいところとかで飛ばすのもいいし。うん。スタートは、これで終了という形です。ナイス旋回。やったー、サンクイヒールトライダー。突撃艦型。フォーミング2発どんどん拾っていって、ここはトルネードとかも出ていきます。それ見てレイジを行って、マルチ IT のところまで降りつつ援軍を釣っていく。うん。教団大砲とかも、この突イエティに強いですね。あ、ポイズンまで撃ったんだ、アイゴレに。うん。キングのためかな、これは。タウンホール前穴開けが入って、ここ、ポイズン使っちゃったんでね、アイゴレの方は少しかかります。うん、いいガーゴイル。おー、テスラがすごい。いいストライカー、ウォールブレーカー入れて、反対サイドもスタートしていきます。で、ホーミングチェックバルーンも2方向から投げ込みつつ、まあ、適当なタイミングでキングをタウンホールに差し込むんじゃないかなと思うんですけど、あ、違うんだ。穴だけ開けた。これキングこっちまで伸びんの？これ分かってるんだね。あ、それだったらなんか後で開けてもいいのにとか思っちゃうけど。さあ、ここいいヒーリングトム。うん、キングが外周ぐるぐる動いてますね。まあ多分攻めたことある配置でこういう動きするって分かってるんじゃないかなと思います。このやり方なら。事前予告だよね。もうホームラン予告みたいな野球でいう。ここに穴開けして入りますよっていうような形。さあ、クイーンの方も穴開けつけますが、一回くるって回ってくれるのかなこれは。回っていく。タウンホールのところもインビジブルタワーが発動しつつ、もう一回フリーズ使っていって、キングはタウンホールのところにやっぱり届いてきましたね。予告がここで届いていく。さあ、ブーメランかけて、ロイヤルチャンピオンもブーメラン解放しつつ、ブロックも残って、レイジフリーズ余っている状況のやつですね。あそこからキング、そうね、なるほどね。バーサス。さあ、7分の7を決めたアタックですね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 。さあ、7分の
まあ動画とかでは言ってるんですけど、なんだっけあいつ。呪文。オーバーグローか。オーバーグローの呪文を普段は使ってるんですけど、対戦で選べるときは使わないことが多いですね。うん。必ずしも必要な呪文ってわけではないので、特に刺さることがね、あるなら持ってってもいいなって感じなんですけど、火力の高い、低いところでもね、タンク比をやりつつ、予告ウォールブレーカーですこというのも出口を作っていきました。で、シューターが刺さるところ、あとは、4時5時のところからルートライダーを発進するようなイメージですね。で、キングを外側の方におびき出して、ストライカー処理をします。こうして。で、ターンホールも打ちつつって感じですね。で、アーチャーとかもサイド切って、イメージ的にはここの出口から出て、この、リターンのところを開けていくことで真ん中の方まで9時の方に進めていくクヒールートというイメージでした。なんだけど、これ逆走するわって当然気づいております。なんだけど、インビジブルかけるとシューターの方もね、ターゲットを見失って進んで死ぬので、まあ、こっち来たならそれはそれでしょうがないかなって感じですね。で、ルートライダー下からスタート、クイーンの方はクロークも使いつつ進んでいって、2ゴブからのキング入れていきます。で、トームを一気にかけていくと。うん。まあ、こうするとシューターのバリューがちょっとね、落ちちゃうんでね、クイーン動くの嫌だなーとか思いながら攻めてます。まあ、それはそれでね、勝手に前回まで伸びてくれるでしょうとか思いつつ、でももうね、まだレイジこれで打って、フリーズが4枚残ってる状況。まあ、クイヒがね、タウンホールの方、火力が低いところで、あんまり美味しい施設をね、取れてないんですけど、それはそれでね、呪文が余るっていうことになるので、呪文ロイヤルチャンピオンとかね、こっちに避けるので、これね、ワンチャンヒール持ってくるのもありかなとか思ってたんですよね、攻めるとき。どうしようか迷ってたんだけど、まあさすがにやりすぎか、ヒーリングトムプラスヒール。まあでもなーとか思いながら、持ってきてもよかったかもしれないですね。結局余ってるんで、こうして。まあ、持ってきたところでオーバーヒールな感じにはこうやってみるとなりそうだけど、使わない呪文よりはあった方が良かったのかな。まあ結局でもクイヒーがね、正規ルート進むこと考えたらレジで良かったような気もするかな。しっかりね、前回になったアタックでも反省会しましょう。さらに2目、クイヒーラバレ。12時からシューターを置いて、3時にクイーンを置いていきます。ホーミングチェックバルーン追加して、ヒーラー追加して、ボールブレーカーはそこにつけていく。援軍がちょろっと登場。ここはキングをサイドカットでマルチ IT 区画に入れていきます。入らないんだ。残念でした。当ててスニーゴブン。しっかり見えてますね。ここフィスト使いたいところ壁越しで、とってもプランが崩れています。嫌ですね。キングがずれるの結構うざいな、これは。さあ、これクイヒーも少し怪しい感じになったところ、レイジがクイーンに乗ってないのもね、嫌ですね。クイヒーをするときのレイジの位置ってしっかりクイーンにレイジが乗り続けることっていうのが大事なんですけど、ここをね、意図せぬ一歩動いたことでずれてしまいましたね。これも嫌な展開ですね。嫌な展開がずっと続いてますね。もうしっかりリカバリで取っていったところ。兵器も使っちゃってるんでね、このマルチ IT 軍っていうのはまあ何かしらで後で残ったユニットで拾いに行くような形になるのかなと思います。まあクイヒーが頑張ればそっち行きそうかな。4時側キングが切ってくれればそれることなくタウンホールにクイーンが向かうってプランだったのか。まあそれも加味してロイちゃんこっちに使いましたね。フォックスの延命をかけてるかなと思います。単体火力がそんなに高くないっていうところなんだけど、クイーンの方は上に動きつつ、いろいろもうアドリブで進めていくようなイメージですね。ロイヤルチャンピオン。クイーンはタウンホールをターゲットしない。ポテトームラバルで終点持ってくしかないかな、これは。できるだけバルーンを残すラバルをそうね、こっちから始めて、フリーズとかそうね、初手トームで行くしかないと思う、これは。よくでも前回取ったね。かなりきついと思うんですけど、これは。あとは裏からバルーン出す気かな、これは。一旦ね、このサイドカット用のバルーンも使いつつ、
投石の方のターゲットを取るバルーンもこうして作りましたね。てか、ウォーデン陸やん。それはやらかし、普通に。この陸ウォーデンはやらかし。大量ヒットしていって、いきますが、インビジブルで、なんとか延命ができます。投石のところまでしっかりバルーンも届きつつ、嫌なね、展開だったけど、しっかりリカバリ取ってきましたね。大事こういうの。スミス61天才。外周部にかかったマルチAT と対地クロスボウのところを追っていきつつ、キングクイーンスタートですね。対地クロスのターゲットクイーンでガンガンに受けちゃってる。でもこのタイミングで出さないと、サイドカットも怪しくなっちゃうけど。さあ、キングがタウンホールに向かわない。この辺のサイドカットもね、2本目ね、さっきと連続になってるんですけど、キングのコントロールってやっぱ大事ですね。ここはサイドカットとかも入れていって、アイゴレにターゲット取れそうかな。ドイちゃんもかかるポイズンが良かったな、それ。ちょっとポイズンが浅いっすね。ここはロイヤルチャンピオンの方までキングで潰していきつつ、9時の方まで伸びてくれて、タウンホール残ったこのラバルどう展開するかちょっと難しいですね。ドリルを今手元にあるんですけど、ドリルをタウンホールに合わせる使い方するか、悩んでますね。ラバルパートはタウンホール横からスタートしてきましたね。これもなかなか難しいリカバリーですけど、もう一気にスタートしていきましたね、思い切って。ドリルも今回は一緒に入れて、レイジトームをここにかけていきます。タウンホールのところは、ここが起動しました。キング偉いな。外周流れたら流れたで、これ対空砲のところまで触りに行きましたね。で、反対サイド、ラバルパートスタート。タウンホールの方は、バルーンが全部ね、潰れていきつつ、ロイちゃんだけ生き残ってという。で、ドリルの方は、中心部のところまで進みましたね。このドリル強いな。さあ、ナイスフリーズ。ロイヤルチャンピオン、相手のクイーンと当たるところ、防衛説もかなり強いところをフリーズでいいタイミングで止めていきます。さあ、ロイヤルチャンピオンはもうそろそろ能力解放ですね。ブーメランかけつつ、ヘイスト薬、爆速で回収をしていく。さあ、裏からウォールブレーカーとかもつけて、AT のね、ダメージを稼ぎましたね。最終的にはバルーンがたくさん残ってウォーデンと合流して、ウォーデンはね、途中ね、タウンホール進んだバルーンは全滅したので、バルーンがターゲット入らなかった形なんだけど、下のバルーンが残ってたので、ここで合流してという形です。いやー、ここね、数本、だいぶ厳しいリカバリーしっかり返してきてるの。さすがですね。クラウス、12。ルートライダー編成。対戦のこともね、考えてこういう編成を普段から練習して回ってるんじゃないかなと思います。さあ、ルートライダー編成一気にレッツゴー。しっかりサイドの方もずらして、バルキリーと、ストライカーはキングにやってないのかな。ここで投げていきましたね。ちょっと本体部隊内が入らなかったところなんで、しっかり外周部バルキリーを使ってサイドカットもう一回戻すような準備もしつつ、ロイヤルチャンピオンは9時からスタート。このサービス終了編成ね、全部最初に出しちゃう人が多いんですけど、しっかりね、これ手元に残して、今みたいに9時のところを出してあげたりとか、ロイちゃんの盾にするだけで相当強いんでね、1体いるかいないかでもかなり変わるユニットなので、で、天才型を取るときは、両サイド打つっていうよりは、片側サイドをかなり広く削るっていうことの方が強いかなと、前の時も言いましたが、思います。クイーンの方はクローク使ってタウンホール突破しつつ、中心部の方は、ルートライダーがギリ生き残ってくれてたので、キングが内側入って、ナイスフィスト、ジャイアントガントレットでシングル IT まで折り切って、天才型呪文がね、使えないんで、後で呪文でのリカバリーみたいなのが全くできないんですね。なので、プランニングとルート取りっていうのが本当に大事な編成になってくるので、ユニットパワーみたいなところは保証されてるんでね、この編成は。しっかり貫通してくれましたね。レイジジェム型でした。ナイス展開。ルート取りが本当に大事。最終アタック、ヒロヤさん61天才ラバル。天才の方はマルチ IT のところを追っていきましたね。レビドラサイドカットからバルーンまでアーチャーターを折るために投げ込んでいきます。いいですね。
ベビドラとバルーンをね、両方守るための、違う、ベビドラとクイーンを両方守るためのバルーンですね。で、3時はアーチャーで切っておいたところ、キングと合流するようなタイミングで、キングしっかり入れていきます。対地クロスのターゲットをね、クイーンに入れないようなイメージ。キングで竹取りつつ、普通に5分とか、通常5分ですね。外周部削って。ウォールブレーカーを入れていくことで、中心マルチ IT のところをクイーンで拾いに行くような形ですね。しっかりここは入ってマルチ IT 対地クロスあたりを狙っていきます。フローズンアローついてることで、キングもこれは耐えていく。ユニコーン取られましたが大丈夫。もう、しっかり仕事できましたね。キングに合わせて、ここはラバルパート6時からスタート。ロイヤルチャンピオンは一緒に入れてるかな。ストライカーも投げつつ。ロイちゃんキングとね、ここは重なってるところなので、キングも活かしつつのナイスですね。で、タウンホールが突撃艦でケアするんだけど、クイーンの方がこれフローズンなのでへし折りましたね。へし折っていく。さあ、それを見て手前に突イエティは解放していって、タウンホールまで届ける意味がなくなったんでね、もうね。ただタウンポイズン受けるようなところに落とすよりはしっかり手前に解放してあげて、この辺もしっかりね、攻めながら、臨機応変にやんなきゃいけないところです。さあ、ここはラバハウンドも弾けつつ、呪文はもうすでにないんですけど、あとは圧倒的物量で乗り越えていくだけですね。で、エリクサータンクが残ってるので、早めにバルーンを投げ込んでいって、もう一回出すかな。そうですね。防衛施設が消えたタイミングでこのエリタンをターゲット取れるようなタイミングっていうことですね。今のはホーミングチェックとかも兼ねてるのかもしれないけど、ここしっかりエリクサータンク。今から出すとね、ちょっと遅いので、早めに出しておくことで最初から近いところに置けるって感じです。はい、というわけでね、終了しました。43点ということでね、最後も40点台キープで、比較的いい点数は取り続けることができたかなっていうところで、ちょっとしたね、星1だったりとか、時間切れだったりとか、攻め残しだったりっていうところが、12点分の差になったのかなと思います。点数自体はそんなに悪いもんじゃないんですけどね、環境的にやっぱり、どのクランもね、全開が大量に取れてしまうので、なかなかね、運の上振れみたいなところ、対戦相手の上振れみたいなところもね、引かないと、今の環境で1位との難しそうですね、逆に。前回を取るのがね、難しい環境だと逆にね、上手いメンバーが揃ってることのね、価値がより高まるので、安定して上位は入れるかなって感じなんですけど、しょうがないですね。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。